ご視聴ありがとうございます。今回は半分未完成の駅のご紹介です。通路が少なすぎる地下鉄駅と、その両側に広がる謎のスペースの正体、地上と地下で進む大プロジェクトを解説します。貴重な建物を守る必殺手段にも注目です。ところでここ、一体どこなのでしょうか。私が今乗っているのは、台湾南部の都市、高雄を走る地下鉄、高尾メトロの列車です。高尾メトロには、おおむね南北に走るレッドラインと、おおむね東西に走るオレンジライン、そして将来環状になる予定の LRT があります。メトロなのに LRT があるのが奇妙ですが、それは一旦置いといて。次の駅が R11 の高尾駅です。マークの下にある古めかしい車両は、この駅で接続する台湾鉄道、略して台鉄。台湾全土を囲む路線を中心に、広大な路線網を有する組織です。高尾駅に到着です。ホームには、天井まで届く、いわゆるフルスクリーンタイプのホームドアがあり、安全性が高いです。ホームは6両分あるものの、列車はすべて3両編成で、ホームを上下線で互い違いに使っているため、一番前に止まります。車両とホームドアは動きが連動しており、無駄がありません。出口は向かって左、ホームの後ろ寄りです。ホームの真ん中には早速壁が現れ、この左にも出口につながる階段エスカレーターがありそうですが、一面の広告が上から貼られています。出口へ行くには、まだまだ歩かないといけません。ホームの半分を通り過ぎました。こちら側の番線はここから先にのみ列車が止まり、逆に隣の番線はここから先に列車が止まらないので、ホームドアに鎖がつきます。ようやく、出口に行けそうなルートが登場です。上の階層に行ける階段エスカレーターはここだけで、この奥にはエレベーターが1基あるだけです。高尾市内有数の拠点駅、そして台鉄との乗り換え駅にしては、動線が少ないのが気になります。上の階層に到着。ここが地下3階のコンコース階です。正面左右には合計20台近くの自動改札機が並び、この駅の利用者の多さを物語ります。その左手には大きなシャッターが。あの向こうに何かありそうな感じです。この左奥の改札を出ます。1日乗車券は非接触式の IC カード。通常の乗車券は IC チップを内蔵したコイン型のトークンで、高尾メトロには磁気式の切符はないようです。構内の断面図がこちら。地下4階がホーム、地下3階が高尾メトロのコンコース、地下2階が商業エリアと台鉄のホーム、地下1階が吹き抜けと台鉄の改札です。計画されている4つの出口のうち、利用できるのは2番出口だけ。駅構内の施設の大半が使用できない状態です。使用されている改札もこちら側の1箇所だけで、階段エスカレーター、エレベーターは全てこちらに集まっています。一方、断面図だけでなく、平面図にも注目です。これは、私がいる地下3階の様子です。このエスカレーターを通って、この改札にやってきたところです。改札階で別のエスカレーターに乗り継ぎ、地下2階へ移動。ここには商業エリアと台鉄のホームがあります。地下1階は吹き抜けがあるので、壁が少ないです。一方、観察力のある方はお気づきだと思いますが、ホーム階である地下4階にもご注目。上下線に挟まれたホームは幅が一定で乗り降りしやすいですが、その両側には存在感ある出っ張りが。線路を中心にした図を見ると、外側に出っ張ったトンネルの中に線路の中心を表す線が見えます。こうした短い線路は、一見すると安全側線に似ています。これは、線路が合流する場所で、本来停車すべき車両がそのまま走行したとき、対向列車と衝突するのを防ぐためのものです。ただし高尾メトロの上下線は完全に分離されており、こうした線路は不要。この謎のトンネルは、この駅が歩んだ歴史によるものです。レッドラインの高尾駅の開業は、2008年3月。ただし当時の駅施設は今の施設よりも南にあり、上下線の線路も今の施設を避けるように作られていました。それは当時、この場所が台鉄高尾駅の地下化工事の最中だったからです。この工事は高尾駅周辺の 15.3 キロの区間を地下化し、踏切7カ所と陸橋地下道を合わせて16カ所を廃止するものです。対象区間の駅は高尾、佐栄、宝山の3つ。当該区間は18年10月に地下化されています。ただし、
それだけではありません。地下化に合わせて、廃止から時間が経っていた、3階席駅が営業を再開。貨物駅だった小山駅は旅客駅になるとともに、美術館、民族、科学技術博物館、正義の4駅が新設されました。これにより、佐栄高尾間が8キロ余り、高尾宝山間が5キロ余りと、市街地にしては長めだった駅間距離は、おおむね1キロ余りに短くなりました。2007年には、新佐栄駅の隣に台湾高速鉄道の佐栄駅が開業し、乗り換え駅となっていたこともあり、市内交通における台鉄の存在感が一気に上がりました。この一連の動きは、台鉄が近年力を入れている、近距離輸送の利便性向上策の一環です。高尾メトロは、現地の言葉では高尾小運と言います。小運とは、英語のマスラピッドトランジット、大量高速輸送機関を意味しており、駅をこまめに設置し、加減速に優れた性能の高い車両を運行することで、たくさんの列車を走らせます。都市部で大量輸送機関の必要性が増したことを背景に、台北や高尾といった主要都市で整備されました。台鉄とは規格が全く異なり、直通運転はありません。小運イコール地下鉄ではないため、台中小運のように地下区間のない小運もあるほか、高尾小運は LRT も運行しているというわけです。一方、2007年に台湾高速鉄道が開業するまで、台鉄の得意分野は、もっぱら長距離輸送の方でした。飛行機と競合する長距離列車に重点が置かれる一方、近距離列車の優先順位は低め。それらは長距離列車の間に走っていたため、待ち合わせのせいで所要時間が長く、本数が少なくて不便でした。その状況を改善するため、地下化に合わせて駅を増やし、利便性を高めることになったというわけです。こうした動きを、小運化と言います。一方、高尾駅は台鉄の中でも歴史の古い駅の一つで、1940年完成の初代駅舎は、その定款様式の素晴らしさから、保存を望む声が寄せられました。元の場所のままでは工事に支障が出るため、2002年8月に移築されることになり、引き屋と呼ばれる方法が使われました。これは、総重量3500トンの駅舎を丸ごと台車に乗せ、1日6メートル、14日かけて南東へ80メートル余り移動するものです。この方法は、建物に十分な耐久性があることをはじめ、複数の条件が揃わないと実行できません。見た目だけでなく作りも良かったことが、功を奏したようです。旧駅舎の移転後、それまで駅の下を南北にくぐっていた道路が陸橋に移行し、仮駅舎の使用も始まりました。高尾市有数の拠点駅だけあって、仮駅舎もがっちりした作りです。旧駅舎は資料館になり、街のシンボルとなっています。台鉄の小運化と地下化という、2つの大プロジェクトに重なったレッドライン。高尾駅は台鉄の地下駅と並行して整備することになったため、南側に仮駅が作られ、本駅予定地を迂回していたというわけです。その後、台鉄の線路は一旦敷地の北側に寄せられ、南側に新駅が作られました。18年10月の台鉄の地下化に先立ち、18年9月には、レッドラインの駅が本節の場所に移転しました。旧駅や土地の状況は不明ですが、車窓からは、壁の仕上げが明らかに違うのがわかります。暫定ホームは本節ホームとは違い、3両分しかありません。台鉄が地下駅に移行した後、南北の陸橋は廃止され、道路は駅を東西に避けています。地下3階のコンコースから地下1階に行き、台鉄の駅を見た後、工事が進む地上の様子をお届けします。上の階層では、直角に交わる台鉄のホームを避けるため、エスカレーターの向きが変わります。地下2階のうち、台鉄のホームと重ならない部分は、こうしてショッピングモールになっています。これまで見てきた場所には仮囲いなどもなく、工事中であることが分かりにくいですが、天井の看板は部分的に隠されており、工事中なのが伝わってきます。さらに直角に曲がって別のエスカレーターに乗り、地下1階に到着です。左が西、右が東で、台鉄のコンコースは2つに分かれています。エスカレーターを降りた場所は屋外とつながっているため、空調効率を上げられるよう、扉で仕切られています。内部はこれが完成形のようです。台鉄の本数は1時間あたり最大で7、8本で、日中は1時間あたり5本程度。これは、レッドラインより一回り少ないです。左が北へ行く列車で、右が南へ行く列車です。月台とはホームのことで、
両側の線路は A、B で区別されています。かつては高尾駅を始発終着とする列車も多く運行されていたものの、駅の東側にある車両基地が地下化に伴って移転したことで、そうした列車はほぼなくなったようです。券売機は多言語対応で、日本語でも操作できます。そしてタイ鉄は、都市部の幹線だけでなく、地方のローカル線に至るまで、全線で IC カードが使えます。改札の奥には待合スペースがあり、快適に列車を待てます。案内サインは色で区別されているものの、構内図では使い分けが異なるのが惜しいですね。ホーム階に降ります。エスカレーターの両端には間接照明が仕込まれ、足元を程よく明るく照らす、細やかな配慮付きです。工事前よりホームや線路が減り、ホーム2つ、線路4本のシンプルな構造になりました。車両基地の移転で列車本数が減った上、始発終着列車の削減で素通りする列車が大半になったため、これで十分なようです。停車しているのは、タイ鉄最速の列車である、自強号です。この車両は、日本の日立製作所が製造した車両で、2021年に運行を開始したものです。他の自強号と区別するため、新自強号と呼ばれることもあります。工事工程の関係もあり、地下駅は元の駅があった場所のおおむね南半分に作られることになったため、規模は必然的に縮小しているほか、駅全体が南に膨らむようになっています。そのため、両数の多い列車だと、編成全体がきれいに見えないこともあります。そしてこちらが、少し古いタイプの自強号です。先ほどの車両は、モーターを積んだ車両を編成全体に分散していましたが、こちらは先頭と最後尾に動力のある機関車をつなぎ、間の客車を前後から動かす、プッシュプル方式と呼ばれる方式です。そのため、両側の先頭車からは機関車特有の爆音が響くほか、甲高いブレーキ音が特徴です。ちなみにこの車両も特急列車っぽく見えますが、中身は普通の通勤電車で、改札の横では売店になっています。コンコース階に戻り、外に出ます。正面に広がるのが、先ほどもちらっと映っていた巨大な吹き抜けです。一見すると奥に空間が続いているように見えますが、実際は全部壁。左右にあるエスカレーターで上の階層に向かいます。壁の奥では上に盛り上がった形状に組まれた鉄骨と、それを支える柱がうっすら見えます。そしてこちら側には光を取り込めそうな丸い窓と円盤を貼り付けた装飾が。下には丸い照明が吊るされ、とても特徴的なデザインです。実際には、この後ろ側でも奥の方は未完成なので、駅の半分以上が工事中です。高尾メトロの構内図にあった2番出口というのが、この場所にあたります。まず、駅の西側に出てみます。屋根には平べったいところもあり、地図で見ると東西でスロープになっています。これは、上を人が通るデッキにするためです。ここから南側をぐるりと回って東側へ向かいます。このビルは駅の西側で建設中のビルです。東西に一つずつビルができるらしく、東側のビルに比べ工事が明らかに進んでいます。これは陸橋が通っていた東側とは違い、先に工事に着手できたからでしょうか。高尾駅は道路に囲まれており、駅に出入りするには道路を横断しないといけないようです。この道路は高尾市内を南北に貫く主要道路の一つで、駅の東西で分かれています。赤信号なら車やバイクが渋滞し、青信号ならそれらが途切れることはありません。歩行者が道路と交差することなく駅へ出入りできれば、格段に安全になります。駅の南側に到着です。駅の敷地は四方を道路に囲まれており、南側と北側ではこれらを上手に裁くため、右左折禁止などのルールが細かく定められています。普通とは異なる進み方をするルートもあり、注意が必要です。ちなみに台湾の横断歩道は人間がアニメーションで動きます。そして赤信号になる前は走り出します。行き交う車に気を取られがちですが、この後ろには大事なものがあります。植え込みに隠れるあの建物。そう、高尾駅の旧駅舎です。旧駅舎は将来、新駅舎と結合して入り口として利用されるため、資料館は2020年に閉鎖されています。駅の南北をつないでいた陸橋が21年2月に解体された後、旧駅舎は基体 4.8 メートル、
西へおよそ60メートル移動され、敷地の真南へと移動されました。移動が完了した9月には、台湾総統らも参加する式典が行われるなど、旧駅舎の文化的価値の高さがわかります。資料館は閉鎖され、今は立ち入るどころか近づくこともできませんが、夜中にはライトアップされ、大事にされています。建設が進む2棟のビルを後ろに従えているようにも見えます。そして将来、駅を覆う屋根は、旧駅舎の左右まで張り出す計画です。完成予想図がこちら。屋根のうち、平べったい部分が人が通れるデッキになるだけでなく、芝生や植え込みも作られ、人々の憩いの場になりそうです。なお、この設計案は、オランダの建築事務所に所属する建築士によるものです。建築事務所のウェブサイトには、空中写真などが多数あるほか、リアルな完成予想写真もあります。今建築中の2棟だけでなく、駅の北側にも、さらに2棟できるようです。一方、このデッキはまだ絶賛工事中で、完全に途切れている場所もあります。仮設の駅を解体した後、レッドラインの駅とも絡む工事だけに、地下駅になってから5年が経っても、まだまだ工事は続きます。また、駅として使用されている部分が狭いため、タクシー乗り場やバス乗り場へはアクセスが不便だったり、しばらくは我慢の時です。一連の工事は、2025年の完成予定です。ご視聴ありがとうございました。